2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられることについて高校生に街頭インタビューをした様子をご覧ください。自分は17歳なんですけど、来年になったら成人って言われても戸惑いますね。まだ高校生ですし。成人年齢ってなんだろう。お母さんわかる？そうね、大人になるっていうことかしら。じゃあ私来年になったら大人になるの？まあそうみたいね。でもまだ高校生だし、そもそも大人になるってどういうことなんだろう。そうね、自分で仕事をしたり、お母さんやお父さんがいなくてもいろんなことが一人でできるようになることかしらね。学校の先生に聞いてみたらどう？今度聞いてみる。あ、先生、質問してもいいですか？いいよ。この間のニュースで来年から成人年齢が18歳になるって聞いたんですけど、それってどういうことですか？そのニュース先生も見ていたよ。ちなみに大人と社会人と成人って日本語には似たような言葉があるんだけど、アンさんはその違いってわかる？よくわからないので教えてください。まず大人っていうのは自分の行動に責任を持って常識的な判断ができる人のことだよ。次に社会人っていうのは家族から自立して自分で仕事をして生活している人のことだね。そして成人なんだけど、心と体が成長して一人前になった人のことで、民法っていう日本の法律では今まで20歳が成人だと決められていたんだ。成人になると例えば一人で家を借りたり携帯電話を契約したりできるようになる。大人とか社会人は普段の会話でも使うことはよくあると思うけど、成人というのは使う場面が限られているかな。成人式とか成人になるとか、大抵は20歳になる人に対して使われているね。あとは何か契約をするときとかね。じゃあ民法では今まで20歳が成人だったけど、これからは18歳で成人になって、そうすると親がいなくてもできることが増えるんですね。まあそういうことだけど、できることが増えるということはその分責任が伴うっていうことは知っていてほしいな。責任ですか？大人、社会人、成人っていう表現はそれぞれ意味が少し違うけど、共通しているのは責任ある行動ができる人っていうことだね。例えばアンさんが卒業して一人暮らしをしたいとしよう。その時は家を借りるために契約するよね。契約するということは簡単に言うと、自分以外の人と決めた約束を守りましょうってことだから、家を借りて住むためにいろんな約束を守らないといけない。例えば毎月決められた日までに家賃を支払うとかね。なんだか大人になることって大変そうですね。まあそう感じる時もあるけれどでも大変なことだけじゃなくて楽しいことやワクワクすることもたくさんあるよ。例えば自分が住みたい場所に住んで仕事をしてお金が入ったら好きなものを食べるとかね。それは確かに楽しそうです。まあそんなに心配する必要はないよ。進路の準備をしながら考えていけばいいさ。おっと、チャイム鳴っちゃったな。教室に行こう。はーい。